どうもダイキングです。これぞロマン。今回の動画はですね、ロマンが詰まってます。皆さん突然なんですけど、一度はですね、ホームシアターね、作ってみたいなって思ったことないですか？僕もいつかはね、そんな部屋作りたいなとか思ってましたけども、なんと今回ですね、叶ってしまいました、その夢が。はい。しかも簡単になんですよ。今回このハイエンドのですね、4K プロジェクターが来ました。こちらが XGIMI のですね、Horizon S-Max でございます。こちら送っていただいたんですけども、もうね、一言で言うと、見てみな、飛ぶぞ。うん。いろんな意味で飛びます。本当に。めちゃくちゃ良かったんですけども、僕もいろんなこの製品ね、ガジェット含めて試してきましたけども、結構衝撃を受けた製品になりますね。じゃあこのホームシアターね、どういう風にこの実現できるのかみたいなところをご紹介したいかなと思います。ということで、まずこの XGIMI ってそもそもなんだよっていうねところなんですけども、2013年に設立されましたアメリカとかヨーロッパとかですね、日本とかでプロジェクター詳しい人だったら聞いたことね、あるんじゃないかなと思います。アメリカとかヨーロッパとか、日本ももちろんなんですけども100カ国以上で次世代のプロジェクターのブランドでございまして、美しい映像とこの使いやすさっていうのを結構重きに置いたね XGIMI なんですけども、累計販売台数が600万台突破してる世界的なプロジェクターブランドになっております。例えばなんですけど、スピーカーもそうなんですが、このハーマンカードンですね、Google とかあとテキサスインストゥルメントか、テキサスインストゥルメンツ、ドルビーとかもそうなんですけども、そういった世界的な企業とパートナーシップを組んでやってたりしますと。で、そもそもやっぱプロジェクターってね、テレビとかとよく比べられると思うんですけども、そこら辺の違いで言うと、やっぱりもう大画面をね、簡単に楽しめるっていうところなのかなと思います。だし、この画面サイズっていうのはね、変えれるじゃないですか。例えば今回のこの Horizon S-Max に関しては、40から、なんと200インチまでできます。ただ現実的に200インチはしんどいだいたい100インチぐらいで使えるのかなっていうところだったりとか、あと持ち運んでね、いろんな場所でこう使いやすいとか、複数人でね、画面が大きいんでスポーツとかね楽しんだりとか、ゲームとかももちろんできますし、そういったところすごいいいのかなと思います。はい。というか使ってみて思いました。それもこの映像について、スペック面的なところなんですけども、最初話したように投影サイズに関しては40から200インチまでですねできます。めちゃくちゃでかい。特徴がですね、主に3つありまして、1つ目がこのデュアルライト 2.0 というものでして、いわゆるプロジェクター光を出すんですけど、この光源ですね、デュアルライト 2.0 というテクノロジーが入ってまして、 LED ベースの光混合ですね、光混合ソリューションを3色のこのレーザーベースに置き換えてます。なんでそのデュアルってことですね、 LED とレーザー、いろんな方式あるんですけども、それによってじゃあ何が変わってくるのかというと、例えば輝度が高い、明るいってことですね。これ使ってみても思ったんですけども、数値としては 3100ISO ルーメン。これはめちゃくちゃ明るいと思います。この数値分かる方であればね。なかなかこれはかなり明るいと思います。はい。で、あと光色域ですね。色彩とか、色のやっぱり表現のこの範囲っていうのが結構広いっていうところはあると思います。あとSGS っていうですね、ちらつきとかですね、視力保護の面でも目の疲れを軽減するような仕組みとかも入ってますので、一番分かりやすくて本当映画館での映像体験にすごい近いっていうのあると思います。2つ目としてはですね、この IMAX エンハンスドっていうのを取得しております。この認証を取得してまして、IMAX とか、一番身近なところで言うとやっぱ映画館で IMAX シアターとかね、あるじゃないですか。本当そういう意味でも映画館みたいな体験ができるのかなっていう、そういう認証をちゃんと取ってるんですよね。これをやっぱり自宅でも体験できるっていうのがね、すごいいいところかなと思います。IMAX のエンハンスドも、これ認証取るのも結構難しいらしくて、初めて認証を取ったプロジェクター、ホームプロジェクターとして初めてのブランドらしいです。今回この XGIMI なんですよ。これがやっぱり難しい理由としては高画質ですね。まず画面が明るくてすごい綺麗っていうのももちろんなんですけども、やっぱ映画館の体験なんで音とかもねすごい重要なんですよね。没入感のある音声とか、DTS とかね、今回ハーマンカードンとの共同開発のスピーカー入ってるんですけども、そこら辺も全部含めてですね非常にいいのかな。特徴ですね。本当に映画館と同じような体験ができます。ディズニープラスとかであればこの IMAX エンハンスド、対応のものコンテンツもね対応じゃないといけないん
でそこはあるんですけども、はい、ディズニープラスとかはかなりいいのかなっていう感じですね。特徴3つ目としてはですね、このドルビービジョンの認証、こちらも取っております。標準のものとかと比べてですね、ドルビービジョン、明るい部分の輝度っていうのが40倍、暗い部分の輝度、画面の明るさですね、輝度が10倍っていうことで、とにかくね、鮮明ですごいダイナミックに見えるというか、ただ明るいだけじゃなくて、特にプロジェクターはですね、この明るさっていうのはすごい重要で、これ使ってみても思いましたけど、すごい明るいです。でも目の保護のやつとかもあったりとか、日中とか暗くない状況でもすごい見やすいっていうのはね、いいかなと思います。色彩のこのコントラストの表現とかめちゃくちゃ良かったですね。あとこのスピーカーに関してなんですけども、360度のこのサラウンドサウンドっていうのがね、楽しめます。もうほんと映画館みたいな感じなんですけども、音にね、なんかその奥行きがあるんですよね。なんで、例えばこう向こうからこう歩いてくるようなシーンを見ると、足音がなんか奥の方からこっちに近づいてきてるなっていうのが分かるんですよ。でこれの近い体験が何かっていうと、映画館かなっていう、映画館でやっぱりこう聞いてる時の感覚にめちゃくちゃ近いなと思いました。ハーマンカードンですねとの、共同開発のスピーカーが入っておりまして、例えば DTS とかドルビーオーディオ、こちらも対応しております。 12W のですねハーマンカードンとの共同開発のスピーカーが2つこの中に入ってます。奥行きがすごいんだよね。音が 3D っていうのがもちろん綺麗な鮮明な音で、音がこうなんかいろんなとこから聞こえてくるっていうのがまさに映画館のそれっていうやつが体験できます。ちょっと後ほど体験していただきますけども、デザインに関してなんですけども、結構こうスタイリッシュなね、パッと見た瞬間はプロジェクターに見えないというか、おしゃれな家電みたいなね、詳しくね、見ていきたいと思います。はい、ということでまずこのスタイリッシュなねデザインでございます。ホライゾン S-MAX で、今回こちらはスタンド一体型のタイプになってまして、水平はね360度、どの角度でもいけますね。めっちゃかっこいいなで垂直も135度までいけるので、下もだからこの上までかなりいけますね。これ排気のファンが入ってるんですけども、なので角度調節がねめちゃくちゃしやすいっていうのはね特徴でございます。でここにこのハーマンカードンのロゴがね入ってるんですよ。この共同開発した。であとこのリモコンが付属してまして、 XGMI のこちらで基本は操作する感じになります。で Android TV 入ってるので、この Google のアシスタントとかですね、電源ボタンとかこうシンプル戻るボタンとか超シンプルな、あとデザインもいいです。で電池2本で動きます。プロジェクターなのにスピーカーじゃないですか、見た目が。これどっから映すのみたいな。どうやって映すかと言いますと、電源をつけると来たという感じで、電源をオンにすると、このプロジェクターの部分が出てくるっていうねギミックになっております。ちょっと動作音ね聞いてもらおうかな。で今ね電源入ってるんですけども、結構静かだと思います正直。図書館ぐらいのレベルかもしれないな。はい、なので、こちら電源をオフにするとはい、こういった形で戻るっていうね、これいいねロマンですね。曲線のこうデザインになってるので、いやいいね。このスピーカーっぽいんだよ。なんか家電っぽくないという、これがいいところですね。全体見るか。これはねなんか脂肪加工になってますね。で背面にこれが一応本体の電源と、HDMI ですね、EARC 対応の HDMI と USB2.0 が入っております。でここで、アダプターでつなぐ感じですね。今つないでます。このゴールドミストカラーなんでかなり感じなんだな。この下もね、回りやすい回転台になってるんですよ。なんでこのまま、あと滑り止めにもなってて、三脚に立てれる穴もあるんですけど、多分重いんで、使わなくてもスタンドついてるんで、問題ないかなと思います、正直。よいしょ。重量が確か5キロぐらいだったと思いますね。持ち運び、持てるのは持てるね、全然。はい、これはね、めちゃくちゃかっこいいですよ。ちょっともう一回やってくこんな感じでございます。はい。アダプターがですね、これついてるんだけど、こうねでかい質感はいいね。なんかこれもなんかちょっと高級な加工がされてるね。アダプターがねでかいっていうのはこんな感じで、付属品とかも全部ね、こんなもんか。付属品はなんで電池と、あと説明書もありますけども、カラーが全部ねこう統一されてるので、そこはすごいいいなと思いました。ちょっと重いこれは大きさはこんなにでもねそんな大きくないかな。手がこれぐらいなんで、手がねこんな感じなんで大きくないかなと思います。
おいはい、ということでいかがだったでしょうか。ぜひね感想とか質問とかあればですねコメントいただければと思います。詳細一応概要欄にも載ってますのでチェックしていただければと思うんですけども、っていう感じで細かいところで言うと空間認識のアルゴリズムとかですね、画面の調節とか焦点を当てるとかは基本的にもう全部自動でやってくれるんでめちゃくちゃ楽です超楽でした。これが結局一番めんどくさいんだよなっていうところですよね。なんで結構置く場所をそんな気にしなくていいんで、下に置いてもなんか上に置いてもスタンドとかも基本的にもちろんあった方がやりやすいんですけども、別になんか地べたに置いてとかでも、天井とかにも映せるし結構どこでも映せるんで、アルゴリズムね結構空間認識してくれるんで、壁とかをこうどういう角度で映してるかみたいな認識してくれるんですよ。そこら辺のモジュールがですね、障害物の回避機能とか、例えばあと壁色にこう色味を合わせてくれるとか、もうとにかくハイエンドなんでもうめちゃくちゃすごいです。その性能とか気になる方はぜひね、詳細とか概要欄のリンクからチェックしてもらえばと思うんですけども、実際にですねいろいろ試してみたんでちょっと見てもらいたいなと思います。カメラでね今回撮ったんでできる限りちらつきとかないようにはしたんですけども、一部こう波打ってる部分とかあるんですが、これは実際に目で見るとないです。ほとんどないんで、実際と見る部分には異なる部分があるんで、ちょっとそこだけご了承ください。XGIMI Horizon S Max ね、どんな感じかと言いますと、ホーム画面とかもですね本当に Android TV11 が入ってるので、テレビと同じような感覚で使えれるのかなと思います。例えばこの XGIMI ウォールってやつがあるんですけど、絵かな、いいですね。アンビエンスか、没入感あるような、モードとかあったりね、聖吉とかある、こういうの見れたりもしますね、手軽に。雲海めっちゃ綺麗だめちゃくちゃ綺麗ですねこれね。こういうなんかダウンロードして楽しむみたいなこともできます。個人的にこのキャンプのやつとかめっちゃいいけどね、湿地のキャンプとかいいと思うんですけども、台形補正とかもねできるわけなんですよ。これを動かすこと、基本本当にこの設定みたいなのがいらないんだよね。これは位置をね勝手に変えてくれるというか、物がなんで例えばあるとよいしょされるはず。これで自動でこういうのを認識して、なんか箱があるなみたいな、こうアジャストするみたいな、当たらないとこにちゃんとこう動くみたいな、こういうのあったりとか、これ結構すごいけどね。この自動障害物回避っていうので、今のはこれですね、これを消して補正されるんですけど、例えば下にこう置くじゃないですか。置いてこう向けるとほらすごくないですか。焦点とか勝手に合わせてくれるんだよ。ほら動かしても、壁とかもなんかね認識するので、わかります？認識するんだよこいつ。これこうある状態からほら、これすごいっすよね。下にしたら下にしたで戻るんですよ、こうやってやると。ほらこうやって台形補正とか、いろんな機能がありますので、設定が超楽なのがいいですよね。明るさとか、そういうの気にしなくていいんで、手動でね一応変えたりとかもできるんですけど、大きさとかフォーカス合わせるとかシームレスにできるのがすごいいい点かなと思いました。あとウォールカラーとかね、色のバランスとか、壁によってこう調整してくれるみたいな機能もありますので、結構すごいと思うけどね。アジャストしてます今っていうあたりはね、めちゃくちゃいいですね。動画を見とくか。めちゃくちゃ綺麗鳴らしておりますが、これは綺麗だよ。色の再現度がねやっぱすごいのよこいつ。こんな感じで、おほほほ、綺麗綺麗だ。めちゃくちゃ綺麗だよ。ほらこの解像度、画面じゃないですからねこれね。なんてこった。とにかく使いやすい。ただちょっとネットフリックスがないんでね、いろいろと、HDMI に挿してスイッチとかねできますので、音もね聞いてみましょう。今正面です。正面にいます。はい、どうでしょう、いかがだったでしょうか。音はいやいいですね。電源オフにすると、はい閉まっていきます。電源オンにすると、電源を開けるとこう開くっていうね、この光源がつく感じ、かっけー。いやいいですねこのね
デザイン。さあどうでしょうか。はい、ということでいかがだったでしょうか。ぜひねコメントいただければと思います。体験めちゃくちゃいいです。これはロマンだなっていう感じなんですけども、まとめますと良かった点と一応気になった点もあったので、とにかくこの良かった点としてはもう本当に映画館レベルのこの映像体験ですね。これを本当この1台でできてしまうっていうことが、いやーこれ結構すごいなと思いました。音の体験とかも含めてもう映画館なんですよ。本当に。なんで全然これを映写機っていうかな、映画をこれで映してなんかお金取れるんじゃないかっていうぐらいの全然レベルです。はい。家が一瞬で映画館になるっていうね。本当にホームシアターですよ。これ1台で叶うっていうのがすごいいいなっていうところですね。で、あともう画面より綺麗でした。それがね、ちょっと衝撃だったというか、どうしてもね、プロジェクターってなんかこう、色が薄いみたいなイメージあるじゃないですか。一般的なやつはね。全部がそうってわけじゃないけど、これに関してはなんかテレビの例えばそういう画面で見るより綺麗なんですよ。そんなことあんのかっていう。だし、あと調節とかもですね、焦点当てたりとか、壁にとかも、見てもらった通りすごいシームレスにできるので、すごい簡単に楽しめるっていうところはめっちゃいいなって思いましたね。やっぱ見てみて思ったのはこの映画とかね、映画もそうなんですけど、スポーツとかね、僕はサッカー見るんですけど、めちゃくちゃ良かった。映せないけど、あとゲームとかもですね、HDMI あるので、スイッチとかプレステ5とか何でもいいんですけど、この体験もめちゃくちゃいいですね。でかいし、画面やっぱりちっちゃくしたり大きくしたりできるんで、結局やっぱホームシアターを、すごいこだわっていろんな機器揃えたいみたいな人はそれはそれでいいと思うんですけども、いろんな機器をもう揃えてやっぱいろいろ調節してとかね、位置とか考えてとか、もうそれをねこれ1台でできてしまうっていうのが結構一番メリット的な感じかなって思いました、僕は。はい、誰でもできちゃうっていうのがね、もうこれだけ置けばいいんで、一応気になった点、なんですけども、見てもらった通りですね、見てもらった通りというか、電源アダプターが結構大きめ結構ごつめのやつがねついてるんですよ。ただ熱とかはそんなに300ワットあるはずなんですけども、意外とそんなに熱はね長時間使っても熱みたいなことはなんなかったんで、そこら辺はなんか排熱というかね、音も静かだしすごい、はい、そこら辺はすごいいいなとは思ったんですけど、電源アダプターはちょっとでかいかなと思いました。はい、であとネットフリックスがですね本体のみだと、一応非対応のモデルになってるんですよね。頑張れば入れれることは入れれるんですけども、対応してほしかったなっていうところはあるかな。はい。ただ一応 HDMI がもちろんついてるので、例えば Fire TV スティックとか、僕の場合だと Apple TV とかあるので、それを挿してもらうと全然もちろん見れることは見れるんですけども、この単体だとちょっと面倒くさいかなっていうのがあったので、すごい対応してくれたら、もっと快適にね Netflix ユーザーでも使えるのかなと思いました。ということで最後価格についてなんですけども、もうロマン価格です。正直定価がですね30万ぐらいということになっております。で分かりますよ、言いたいことは。高いというか言いたいことはもちろんね分かるんですけども、でこれ僕見た瞬間最初ね、例えばその値段だけを見た瞬間は結構するんだなみたいな感じだったんですけども、これを実際にやっぱ使ってみた感想で言うと全然ありだなっていう思ってしまうぐらい、感覚的には庶民ですからね、もちろんね大富豪じゃないから、言ったら本当にホームシアターがこれ1台で叶っちゃうわけですよ。で考えたらなんか意外と安くはないけど、なんかその価値的には全然ありだなって思いましたね。大きいテレビとか、例えば100インチのテレビとか、音響とか揃えると、本当に簡単に数百万とかこだわるとね飛んでっちゃうってことを考えると、めちゃくちゃこれは使いやすいし、いろんな用途で使えるわけですよ。画面も大きさとか変えれたりとかね、私スピーカーもね、めちゃくちゃスピーカーもすごいいいんでっていうのは僕は思いました。そういう風にね、意外となんで結構ありだなっていう、本当にね普通の部屋にこれ置けますからね。全然気になった方はぜひね、詳細とかに関しては概要欄に載せてますのでチェックしていただければなと思います。XGMI のね他のさんのいろんなモデルとかもあるんでチェックしてもらえばなと思います。ということで、この動画少しでも、あとコメント質問とかもしありましたらね、ぜひ、コメントいただければと思います。全部見てます。でこの動画少しでも良かったなと思ったらぜひ高評価とチャンネル登録お願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあバイバーイ。よかった。でも本当に良かった。ロマンですね、これはね。男のロマンが詰まってるわ。本当に詰まってた。すげえ。